世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今回はこちらのお二方に関する話をちょっとしていこうと思うんですけど、共通点としては両方とも長物の武器を持っているっていうところが挙げられますね。こっちの敵はいわゆる一般的な槍に当たるものを装備していて、もう片方の方はね、この武器なんて言うんでしょうか。一応形状的には斧槍、斧槍なんかに近いのかなと思うんですけど、円形の両刃形状になっていて、なんか中二心くすぐりますよね。僕が子供の頃にね、妄想の中でデュクシデュクシって言って戦わせてたキャラがちょうどね、こんな感じの形状の武器を持ってたので、あの頃の記憶をね、ちょっと思い出してしまって、アセットストアっていうね、ゲームの素材売り場でこの武器を見つけた時はね、思わず即ポチってしまった感じなんですが、何気にこの両刃不装の敵キャラクターに関しては、今回動画で初登場、初紹介という形になりますね。一応今回の動画のコンセプトとしては、取説みたいなものをちょっと目指そうと思ってます。昔ゲームのパッケージによくついてましたよね。取扱説明書、操作説明だったり、一部敵の解説なんかがね、イラスト付きで載ってたりするんですよね。あれなんでかわからないんですけど、ゲームプレイするのと同じぐらい読んでてめちゃくちゃワクワクしたんですよね。当時はね、分厚い攻略本なんかもね、本屋さんによく売ってて、そういったコンテンツもね、同じような魅力があったなぁなんていう思い出があるんですが、この動画ではね、そういった取説を読む時のワクワク感みたいなものをちょっと提供できればなと思ってます。で、一応取説とこの動画が大きく違うところが1点あって、それがまだこのゲームが発売されていないっていうところなんですよね。前回のね、担当編集さんにプレイしてもらって、それを僕が実況するっていう動画にもね、こんなコメントがついてたんですけど、ハイタカさん以外のプレイ動画を見るのが新鮮で不思議な気持ちになった。なぜだかニヤニヤしながら見てしまうというか、特に熱心に関わってきたわけでもなく、毎週なんとなく動画を眺めていただけなんだけど、なんか初めて一緒に開発している感覚を味わったかもしれない。ということで、このコメントね、読んでて逆に僕がニヤニヤしてしまいましたね。まさにこの視聴者さんのね、感覚みたいなものを、より多くの人にね、共有してもらえれば、ゲームの制作実況動画をやっているという強みもね、増してくるかと思うので、皆さんもね、ぜひ今回のこの2体の敵に関して、ああだこうだ意見を述べてもらえればなと思います。それでは早速いってみましょう。じゃあまずはこっちの中二病系のキャラからいきましょうか。一応こいつのコンセプトとしては体術使いっていうところが一つ大きくあります。例えば攻撃後にね、こんな感じでバク転して隙消しをしてきたりとか、あと一部側転、側中なんかもね、使ってくるようなシーンがありますと。で、武器の振り方に関しても、基本はね、槍とか斧装みたいな感じの振り回し方してくるんですが、この前ステップからの使うちみたいなね、ちょっと棒術っぽいような武器の振り方も取り入れてます。この辺もなんか体術とね、ちょっと相性が良さそうというか、ボスクラスの敵なので戦闘巧者っぽいようなね、動きの質が他の敵とは一段違うような、そんな感じのイメージにしたいなっていう意図があります。攻撃の発生とかもね、ちょっと全体的に早めですし、やはり武器の形状的にもね、リーチもかなり長めになってて、ちょっとこの辺はね、やりすぎかもなって思うところもあるんですが、一旦ね、次のテストプレイ会でちょっと講談社の担当編集さんにプレイしてもらって、難易度に関してはどんな感じかなっていうところ、ちょっと最初はね、強めに作って、次のテストプレイ迎えたいと思ってます。で、一応アーツ枠もね、大跳躍からの地ならしっていうものを用意していて、ここでもかなり運動性能高めっていう印象ですね。ジャンプの高度は多分こいつが一番高いかな。で、地ならしに関してはね、他の敵とか、あとプレイヤーもね、使える技なんですけど、地面に立ってるモドに対して問答無用でダメージ与えるっていう衝撃波ですね。ガードとか回避を貫通してダメージ与えていきます。その代わり空中にいれば完全にね、無効化できるという技になっていて、これ一応千葉の戦闘における、じゃんけんの一つの手みたいな感じになってるので、かなり多くの敵キャラとか、あとプレイヤーも使える技。相手が地面に立ってたら絶対勝てるよというような感じの技になってます。で、この敵に関しては、ちょっとボスクラスの敵なので、地ならしをね、ジャンプでかわした後に、もう一回ね、タクを仕掛けてくるっていう感じの作りにちょっとしてみました。某ガノンドルフさんのね、ジャストラッシュ返しみたいな、ちょっとこいつだけ特別仕様ですね。攻撃性能に関してはね、現段階でもそこそこ鋭いものがあるかなと思うんですが、防御性能に関してはちょっとまだまだ弱いですね。今後の課題の一つかなと思ってます。この敵だとジャスト回避なんかをするとね、すごいキャラクター性にもね、合ってるかなと思うので、そういったジャスト回避なんかをちょっとうまく使わせていきたいですね。あと攻撃の方面に関しても、近距離で使わせてるね、メインのコンボルートが2パターンしかないんですよね。ちょっとワンパターン気味な印象です。ただモーションの数自体はね、結構多めなので、組み合わせを変えたパターン C とかパターン D みたいなもの
のを作っていって、その辺は解消していきたいですね。ただ、癖読みっていうね、遊びはちょっと残していきたいと思うので、この攻撃の後はこのモーション来やすいよね、みたいな。そういった特徴的なところは残しつつ、うまくパターンを崩してね、多彩だけど癖はあるっていう風にできればいいなと思ってます。あと、中距離での立ち回りもまだまだ貧弱ですね。大跳躍からの地ならしか、もしくは前ステップから使う打ちぐらいしかちょっとやることがないので、ここもちょっと選択肢増やしていきたいですね。突進系の技だったりとか、あとアーツで飛び道具なんかもあっていいかもしれません。ただ、飛び道具作るとしたらかなり弱めに作るかな。どっちかというと突進系の方が強いイメージ。体術使いなんでね、そういう方向性でいきたいですね。他にも皆さんいろいろ思うところあると思うので、よかったらコメント欄にお願いします。続いては一般通貨槍兵くんですね。こいつはシンプル明快です。もうリーチが長いだけの雑魚。これですね。さっきのボス敵みたいな何でもできますよみたいなハイスタンダードなキャラではないので、こいつね、そもそもガードをまずしないんですよね。なので距離を詰めることができれば、ほぼプレイヤーの勝ちと言って問題ないかと思います。一応至近距離用のね、使う打ちとかも使わせてるんですが、めちゃくちゃダメージ低いですね。なんならこれもっと発生遅くしてもいいかもしれないですね。それくらいちょっと弱めの敵にしたいっていう感じです。基本的な攻撃モーションとしてはやはり突きを対応してきます。このゲームって一応常にパリ狙っていきたいよねっていう作りになってまして、パリするとね、スタミナ消費ゼロで敵の攻撃防げるんですけど、ガードしちゃうとね、スタミナが減ってしまうっていうのがあるので、常にパリしていきましょうねみたいな作りになってるんですけど、この槍兵君に対しては、結構ガードがかなり有効です。突き攻撃はスタミナ削りめちゃくちゃ低くしてるんで、もうガードをしっぱでね、近づいていくっていうのも、こいつに対してはありですね。で、投げ払い攻撃も一応用意してるんですが、こっちはね、かなり発生遅めにしてるので、こちらに関してはパリを狙っていきたいというような作りになってます。で、さらに投げ払いは一応銃撃っていう属性になってるので、ジャストパリの対象の技になってますね。なので、ガードで詰めていって、投げ払いしてきたら、ジャストパリからワンターンキルみたいな倒し方もめちゃくちゃ有効ですね。そして、こいつの一番特筆すべき技としては、この前ダッシュからの踏み込み好きっていうのがあるんですけど、これがリーチめちゃくちゃ長いので、他の敵とかと組み合わさる時ですよね。近距離の縦持ちの雑魚とかと組み合わせた時に、後衛からね、一気に踏み込んできて突きを一発当ててくるみたいな。そういうちょっとプレイヤーからは嫌われそうなムーブが、こいつの一番象徴的な攻撃技になるかなと思ってます。なので、こいつから先に処理していくよみたいなプレイをする人が結構多いかもしれないですね。こいつは一応やるべきことがね、もうすでに分かりきってたので、結構ね、キャラの作りやすさとしては、結構作りやすい部類だったかなと思います。キャラが立ちやすいというかね、いい感じの雑魚的っていうところに落ち着いたのかな、なんて思っています。というわけで、今回はこの辺で終わりたいと思います。また来週もよろしくお願いします。